か聞こえるだろう遥かな轟き闇の中心揺さぶる目覚め始まる大地割りそそり立つ姿正義の証か伝説の巨人の力銀が切り裂く雄たけびが電光石火の一撃を呼ぶ震えるな瞳凝らせよ復活の時人よ命よ始まりを見るスペースランナーウェイイデオンイデオンスペースランナーウェイイデオンイデオンバッククランの侍ヤムスラグはその持てる戦力の全てを投入してソロシップとイデオンに襲いかかってきた。不安定なエネルギーの動きを示すソロシップは危機に見舞われた。しかし巨大なバリアを張りいつしかギャムスの攻撃を跳ねのけていった。ギャムスの攻撃を跳ねのけたもののソロシップの傷も浅くはなかった。ソロシップは水の星フラッグスターを後にした。敵戦艦を撃沈せよ。デスドライブ突入15分前、全員艦内へ戻れ。よーし、良好。イデオンのゲージは変化がありましたか？見た目には何の変化もないな。このゲージを作っているイデオナイトをぶち壊せばわかるんだがね。まったくね。靴下洗濯してないでしょ。4日目かな。ロッタに頼んだら？デスドライブに入る。ハダリいいか？やってくれ。ジョリバー、イデオンのゲージのチェックは OK だ。座標確認。目標バフクラン星本国だ。待て座標が揺れてるぞ。修正すればいい。メインエンジン点火。イデの巨人、そうであってもらわねば困る。でなければ失敗を重ねすぎた私が物笑いの種となるわ。ハルロ様、どうだ？デスドライブに入りました。座標の微調整に時間がかかりますが。急げよ。一日も早く帰りたい。イデオンの方のゲージもパワーアップしているようだ。ハダリと関連性を調べるんだ。こんなとこまで。もうリン、ロッタ、パイパールを入れないでって言ったでしょ。はい上がっているな、ゲージは。まるで生き物のように生き生きとしている。なぜかしら。ソロシップは傷ついているし敵も近くにいるというわけじゃないのに。なんだ。です。右側に何か見えないか。無限監視モニター、目を離すな。総員。無限後方に敵艦接近。ベス、敵なんかいないわよ。
メインエンジンは正常なのか？左前方に敵艦、座標を固定しろ。ドロワ山の座標が合わなかっただと？なぜだ？わかりません。異星人の船を追えとは命令してはいない。全方向を開け。イデオン各機発進急げ。ハルル様、原因が分かりました。敵艦に引っ張られドロワ山がランデブー現象を起こしたようです。なんだと？時空の共振であります。離れられんのか？はい、この距離を持たせるのが精一杯で。時間も空間も歪める力があのロゴダウの異星人の船にあるというのか。なんてこった。俺たちは永遠にバフプランから逃げられんのか。しかしイデオンのゲージは輝きを増している。お待たせ。ご苦労さん。敵の戦力をチェックしてくれ。了解。レス、ひょっとすると戦うのも逃げるのも思いのままじゃなくて？ああ、おそらくバリアは十分すぎるくらい発生しているはずだ。ハタリ。ああ、亜空間用バリアだけじゃない。いけるぞ。戦いましょう。シェリル。私もそう思います。私も戦った方がいいと思います。いつもならすぐ襲ってくるドロワ山なのに、今日はこちらの出方を伺っているようです。どういうこと？一挙に襲うだけの戦力がないのでしょう。ソルアンバードッキングスタンバイ。ソルコンバードッキング OK。 ソルバニアドッキングスタート。重機動メカギランドを発進させよ。バリアを切れ。イデオン発進。そのシップ180度改造。ああ、敵艦が向かってきます。敵艦正面に集中砲火を浴びせろ。お、どう思うか。敵とこうも接近してこちらの手持ちの武器はないに等しい。離れられるものなら離れた方がよろしいかと思われます。修理中のジグマックがあるはずだ。発進用意を。はい。うまく敵艦を離せればよし。万一の時のために。はい、生体発信機を放出しつつ離脱する。しかし先に発進したギランドはいかがいたしましょう。スリムラとハウンの戦士候補は2階級特進で用意してやれ。今は資料を本国に届けるのが急務である。敵艦が逃げていくみたいだよ、コスモ。了解。バリアはますます強くなっているようだ。よし、イデオンにも伝えろ。デスファイトで必ずあの船を沈める。カララ、いいな。やむを得ません。やってください。非常部な姉、男勝りに生き続けるようがいいでしょう。ミサイル、弾丸を惜しむな。全て撃ち尽くして構わぬ。敵はたじろいでるぞ。勝てる。俺たちは勝てるぞ。おいら笑ってる場合か。パワーが上がっているんだ。グレンキャノンを有効に使わせろ。イデオンのパワーが上がっているのならミサイルなんかいらないわ。グレンキャノン撃って。うわっ、テクノどうした。グレンキャノンが、いや切れた。何。破壊されたところは構うな。攻撃に集中しろ。
明日は戦いがない。今日限りだ。手の空いている者は奇襲を撃て。いつもと違うわ。みんな気が立ってる。わかりましたか？おかしいわ。みんなの戦闘意欲が高いからイデオンのゲージがパワーアップしているっていうんではなさそうよ。そういえばゲージの輝きは不安定ですね。コスモ、イデオンがおかしいよ。この機体の揺れはなんだ。ムエラわからない。ノーマルエンジンもオーバーヒートし始めた。ダメだ、メインエンジンのパワーコントロールができない。何なの？このうなりは何なの？どうしたんだ。イデオンがドッキングアウトした。何ですって？こんな時に戦闘中にイデオンが。何が起きたんだ。異常なパワーアップで各メーカーが拒否反応を起こしたんだ。何が起こったんだ。イデオン、ちゃんと動いてくれ。テク、ミサイルの発射は続けろ。モエラ、パワーコントロールはどうなっているんだ。私はいい気でも戦ってみせるわ。亜空間飛行中だ。ソルコンバーのパワーだけでは危険だ。パワーそのものは上がっているのよ。大丈夫。巨人が分離したというのか。はい、どんな奇襲をかけてくるかもしれません。宇宙服をお召しになってください。ジグマックを出せ。いえ、まだ逃げられる可能性はあります。どうか宇宙服を。よし。ミサイルを惜しむな。撃って撃って撃ち尽くせ。ハルル様、通信が入っています。構うな、目の前に敵がいる。しかしハルル様を出せと。拡大しろ。お、ドロワさん、ハルル・アジバ殿がいらっしゃるはずだ。このままでは危険だ。亜空間飛行を解除して逃げろ。超えているのか。ドロワさん、ハルル・アジバ殿。この声はこの声の主。応答せよ、ドロワさん。ハルル様。ポイントを聞け。お、こちらドロワザン、脱出ポイントを示せ。こちらドロワザン。チグ12、ハブ23。マフクランの通信らしいのをキャッチした。カラはい。ー、テープをリピートする。翻訳してくれ。亜空間飛行を解除するようです。距離は 2.67 レーターセクト。座標合わせは RK1223。総員に次ぐデスブレーキをかける。用意。カララ、カララ、感謝する。イデオン活気交代しろ。全天宇宙図投射。位置確認。ガラドニアの第24エリア。通信を送った者がこの近くにいるはずである。急いで捜索しろ。何か。わかりません。何か強力な磁場が発生しています。何？どういうことだ。全員各員のパネルをよく見ろ。ドロワザンの周りに異常が認められるようだ。なぜこんなことに。敵艦の真下に。コスバー。です。脱出する。ノーマルエンジンフルパワー。待て。
こっちから離れるんじゃない。狙い撃ちされる。しかしこのままではミサイルは撃てない。敵艦の離れるのを待つ。全員白兵戦の用意。ロッタ、リン、分かったわね。民間人はなるべく船の中央へ。宇宙服と武器を持って。はい。ロッタ、本当に私たち戦うの？こんなんじゃ逃げ出せないでしょうね。敵艦への攻撃をやめろ。こちらも巻き添えを食ってやられる。どうするか石炭。白兵戦しかはありません。全員総力を挙げて敵艦を乗っ取る。前方のミサイルは巨人の各機が発進せぬように狙いをつけろ。どうするの？イデオンは発進させる。前みたいにイデオンを取られたりしちゃたまんないからな。ゲージの下のレバーを手前に引いて。パワーが安定してきたぞ。ドッキングできるか？ドッキングできるわ。ノーマルエンジンパワーよし。了解。動き出した。リン、急いで。ここからは一歩も入れちゃいけないのよ。私に銃が撃てるかしら。撃つなよ。銀行だ。ロッタ、どうしたのロッタ。殺してしまった。取り逃がすなと命令したはずだ。その尻尾が乗っ取られる前にこの船を沈めてやる。コスモ、ブリッジを狙って。了解。応答願います。こちらドロワザン、応答願います。声の主がもしダラムズマならば、私がなぶり殺しになるのをどこかで見ているというのか。ですおい、ドロワザンが。ドロワザンへ戻れ。船を守ることが先だ。ハタリ、敵艦より脱出する。爆発に巻き込まれるぞ。了解。お姉様、憎み合うことももう今日でおしまいですね。終わる時は造作もない。ハルル様、脱出のご用意を。あなたは最後まで私をもてあそび、異星人に身を委ねさせようとするのか。とどめを刺す。全ミサイル撃ち尽くせ。やった、異星人に勝った。コスモ、ブリッジが。逃がすもんか。なんだ。重機動メカだ。その尻尾の被害と負傷者を調べろ。
礼を言わなくてはならないようですね。助かりました。感謝します。我々も敵の力を知りたいために救援を出すのが遅れてしまった。すまないと思う。口先の謝罪など聞きたくはない。この宇宙船、重機動メカ、軍のものではない。どういうことなのだ？相変わらずだな、ハルル・アジバ殿。人間はそう変わるものではない。ましてあなたのためになぞ。本国に帰られるのにあの船をお貸ししよう。助かる。条件はあります。あの船を手に入れるのに私は体を張っている。本国へ着いたら直ちに返していただきたい。あなたに借りは作らぬよ。ギジェ・ザラル。俺たちはソロシップにあるイデとかいう謎の力に振り回されているんじゃないのかな。ねえシェリルさん。そうね。イデのコントロールシステムがわからない限りはそう言えるわ。パワーアップしていることは間違いないんだからな。異常なイデオンのゲージの輝き、それは一体何による輝きなのか、そしてまた何によって働く力なのだろうか。伝説の無限力、イデをめぐって起きた異星人同士の接触。立ち上がる伝説の巨人イデオン。コスモの、デスの、彼らの運命はその時イデの手に委ねられたのだろうか。ソロシップとイデオンの放浪の旅立ちを見る。次回、伝説巨人イデオン、よみがえる伝説。傷を舐め合う